ジャンクの海からこんにちは。東雲初里です。皆さんはチプカシ、通称チープカシオをご存知でしょうか。Amazon で1000円で買える F91W1A をはじめとした数千円で買えるカシオの腕時計のファンがこれらをチープカシオと呼んでいます。でもこのチープカシオはただ安っぽいっていう意味じゃなくて、軽くて正確で丈夫でどこかレトロフューチャーなデザインが人気の秘密だと思います。オバマ元大統領や中東の過激派組織の元リーダーも愛用していたそうです。さらにこのチープカシオを改造して楽しむマニアも存在してるんです。オークションやメルカリを検索すると液晶の色を変えてみたり、白黒の表示を反転させたカスタムモデルが販売されています。しかも普通に新品を買う値段で新品の改造済みを買えるんですよ。もう意味不明ですね。今回はこのチープカシオを改造して遊んだり、東雲初里オリジナル概念カラーのチープカシオを作ってみたいと思います。というわけで今回は2つのチープカシオを買いました。右が一番安いモデルのクリアバージョンのホワイトです。3300円。時計の筐体がシルバーで、バンドがクリアカラーです。腕につけるとクリア具合が絶妙で、めちゃくちゃ可愛いです。安いモデルの欠点として、緑の LED ライトがしょぼくて、なんかちょっと笑っちゃいますよね。左のやつは一番安いモデルと見た目は同じなんですけど、液晶が有機 EL バックライトで青く美しく輝く高級版です。この青く輝くのがめちゃくちゃかっこよくないですか？一番安いモデルより絶対こっちを買った方がいいと思います。しかもお値段は一番安いモデルより500円高い1500円です。安い。ただバンドは一番安いモデルと同じ黒いバンドなので、これはちょっと安っぽいですよね。まずは練習がてら有機 EL モデルの液晶を反転する改造をしてみます。まずはネジを外して時計のモジュールを取り出します。電池を固定している金属パーツの爪を剥がしていきます。爪を剥がすと基板と液晶に分かれます。めっちゃくちゃちっちゃい3つのバネが落ちてきました。終わった。有機 EL モデルは細かいバネをなくさないように気にしながら作業しないといけないみたいです。難易度が跳ね上がりましたね。液晶がガッチガチに固定されているので爪を剥がします。爪を剥がすと液晶 EL バックライト、液晶と基板をつなぐ導電ゴムが出てきました。このゴムで基板の端子と液晶がくっつくと液晶が表示されます。液晶を取り出せたので液晶に貼り付いている変更板を剥がします。変更板っていうのは決まった角度にしか光を通さなくする板です。一方で液晶は電気で光を通す角度を変えられる変更板です。2枚の変更板を組み合わせて初めて上から見た時に光が通らない四角を作ることができて、それで白と黒が表現できるんですよね。高いサングラスで水面がよく見えたり、スマホを横に向けると画面が暗くなったりするのも高いサングラスに入っている変更板の影響なんですよね。変更板は接着剤でくっついています。こういうところの接着剤はIPA でこすってあげると溶けていくので IPA を用意しておくと便利です。ここで言う IPA っていうのはインドペールエールじゃなくてイソプロピルアルコールです。ビールをかけてもベトベトになるだけですからね。変更板と接着剤がきれいに剥がれたので時計が動くところまで組み直します。ここで基板と EL バックライトをつなぐバネ2つがめっちゃくちゃちっちゃくて泣きました。
あともう一つのバネも、なんか実は向きがあって、よーく見るとなんかピッと出てますね。しかも入れる穴はなんか2つ似たようなのがあって、この2つのうちのこっち、くぼみにピッと出てるやつが入るみたいです。このバネは蓋にくっついているスピーカーに電気を流すためのやつです。うまく組み立てられたら EL バックライトが動くようになります。さて、電池を入れても画面には何も映りません。さっきの説明で分かった方もいるかもしれませんが、変更板は2枚1組だから何も表示されないんですね。ここでさっき外した変更板を持ってくると、見てください。変更板を通してみたところだけ画面が映ってますね。これ仕組みが分かっててもめっちゃテンション上がりますよね。さっき外した変更板は傷つけてしまったので、新しい変更板を使います。見てください。変更板を回すと光の通り道が変わって白くなったり黒くなったり表示が薄くなったりします。今回は一番黒く見える角度を探してジャストサイズに切り出します。切り出せたら変更板を接着します。厚りは速乾ボンド G クリアを使っています。速乾やし IPA で何度でも貼り直せて、はみ出ても IPA で拭き取って微調整ができます。これ便利です。うまく貼れました。モジュールを詰めてネジ止めして完成です。わー、結構いいやん。見てください。最初のと見比べると液晶の部分に一味違う主張があって、さらに文字が青く光る。かっこいい。これいいぞ。一気に所有感が出てきましたね。次はクリアカラーモデルの文字盤を東雲発理概念カラーにしていきます。これしばらく普通に使ってたんですけど、めっちゃ可愛いですよね。もうこのまま使いたい気持ちになってたんですけど、改造するために買ったので改造していきましょう。こっちの改造はカラーセロファンを入れるだけなので超簡単です。色なんですけど、Amazon で売ってるカラーセロファンは結構原色系ばっかりだったので、アリエクスプレスでそれっぽそうなセロファンを買ってみました。なんか無駄にオーロラ加工も入ってますね。これ日中時計として機能するんでしょうか。見えにくそう。早速ネジを外してモジュールを取ってセロファンを切って、なんか可愛くなりそうな気配がしてきましたよ。貼り付けて組み直したら完成です。見て見て。ちょっと見てくださいこれ。わかりますか？オーロラ加工がめっちゃキラキラしてます。ちょっとセロファンを接着しようとしたら塗装が剥げちゃったんですけど、これなかなかですよ。これかなり可愛いんじゃないですか？ただ LED はすっごい緑なんですよね。これもね、LED の色を変えたり明るくする改造もあるので、また続編でパワーアップさせるのもありですね。思ったよりすごく可愛くなったので大満足です。今回チープカシオの改造に初めて挑戦してみたんですけど、初めてにしては想像してたよりもとっても満足するものができて、両方気に入っちゃいました。明日からお仕事で出張なので早速つけていこうと思います。皆さんもね、チープカシオ安いし種類が豊富なので推しカラーにしてみたり改造して個性を表現してみるのはいかがでしょうか。今回面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、YouTube コメントをいただけると励みになります。このモデルをこのカラーにしたらかっこよさそうとか、
感想やアイディアがあれば、ぜひ教えてくださいね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。